自分のミニ四駆から見える景色を見てみたい。ミニ四駆を屋外やコースで走らせているとき、ミニ四駆からはどんな見え方をしているのだろうか。レーサーならば、一度は自分のマシンから見えている景色がどんなものなのかに思いを馳せるものです。一言で言えば、好奇心、見たい、知りたい、その知的欲求によって、人は進歩してきたと言っても過言ではありません。かつて叶えられなかったそれらは、承継となり、いつしか時と生活に埋もれ誇りをかぶる。みんなそうでした。でも今やあの時の憧れが自分の手で実現できるようになったのです。大人になるのだって悪くない。いや、むしろ今の方がずっと僕たちはあの承継に近い場所にいるはずです。さあ、始めようじゃないですか。押し入れにしまってしまったあの夢を掘り起こすのです。我らの主任さんと F1 君は、今日も今日とて、ロマンを形にしていくようです。新しいシャーシを導入し今回は、どんな景色を見るつもりなのか。それでは今回の動画をお楽しみください。ああ、これだけスペースがあればカメラも乗るよね。ふひょい、いいぞ、いいぞ、これはいいものだ。こんにちは、通りすがりの助手 F1 です。また思いつきでなんかやってますよ。もう、すでにマシンとか作り始めちゃってますけど、主任さん今回は何をやるんですか？やあ F1 君。撮影始まってますよ。あ、どうも、見たいものを作る企画、主任の僕です。今回は何をするんですか？今回はミニ四駆にミニカメラを載せてみたいと思ってね、今そのベースマシンを作ってたんだよ。へえ、今回は良さそうな企画ですね。失礼な、今回もんだ。で、カメラですか？元ネタは？そんなの決まってる。タミヤ公式の YouTube とかにある車載カメラの映像だよ。ああ、確かにタミヤ公式の車載カメラの映像ってすごいですもんね。そうそう、あれすげえんだよ。マスダンパーとかふわふわ動くしさ、スライドバンパーもグニグニ動くんだよ。微妙に音も入ってるんだけど、コースが立体的でさ、ところどころコース自体が透けてたりすごいんだよ。すごい立体的でさ、何よりもジャンプシーンがもう飛んでるって感じがたまらなくいいんだよ。超必見だね。あの動画の中にはほんと夢が詰まってるよね。自分でもああいう迫力のある動画を作ってみたいなと本気で思うんだよ。はいはい、リンクくださいよ。概要欄に貼っときますから。ぜひ見てね。でさ、ぶっちゃけこれをやってみたかったんだよね。ミニ四駆レーサーのある種の夢の一つじゃん。パクリ企画ってやつですね。なんとでも言うといいよ。今回は絶対にこれをやるんだから。でもまあ、せめてオマージュと言ってくれ。同じでしょうに。でだ、お友達がミニサイズのカメラを手に入れたって言うからちょっと借りたんだ。これよ。うわ、実際スパイカメラという名前でネットとかで売ってますね。何か中二感もりもりな名前。物騒な響き。僕が名付けたわけじゃないよ。でも、そういうカメラの類って高いじゃないですか？うん、普通のはね。X トレイル系とかの YouTuber がよく使ってますよね。そうね。あのタイプとか全種録画とかになってるやつはお高いんだよね。それで現物のカメラが手に入ったからやってみたくなったと。大正解。衝動で行動してるな。情熱と言ってくれないかな。一回はやってみたいと思うだろう、こういうの。それについては否定はしませんが、でもあんまりとっつきにくいような高い機材を使うのはどうかと思いますよ。それな、なるべくお金をかけないでってのはある意味大事なんだよね。主任さんケチですしね。褒め言葉と受け取っておこう。そんでこれがその機材。3000円切ってる？どうよ、魅力的だろ？確かに。この前バンキュッシュの転売価格とか見せたけどさ、ああいうのも否定はしないよ。もちろん不当な転売って嫌いだけどさ、そういう世の中だ。でもさ、滅べ転売や。楽しく遊ぶのにまずお金ありきってどうなのよって思うわけさ。そこに工夫や制限だってひらめきとかがあるからなおさら面白いと僕は思うんだよね。遊びは提供してもらうもんじゃないと思うんだよ。遊びは自分でやるもんなんだと思うよ。そういう意味でもさ、このミニ四駆ってコンテンツは最高なんだよ。価格帯的にも子供でもつきやすくてさ、やってみれば考えることや学ぶことが多くてさ、大の大人が子供に勝てないことだってある。一筋縄じゃいかないところが多くて、あれこれと考えていろいろやれるって最高なんだよ。はいはい、本当にもうすぐそうやって熱が入る。とにかくやってみようぜな。いや、
もう始めてるし自分が一番楽しんでるでしょ。そりゃそうだ。そうじゃないと意味がないよ。さあロマンいっぱいのミニ四駆を作っていこうじゃないか。どんな景色が見れるでしょうね。さてまずこのカメラを起動するところから始めよう。超高級品ってわけじゃないし、水に沈めなきゃなんとかなるかな。雑な借り物でしょ。カメラにマイクロ SD カードを入れてケーブルをつなぐ。マイクロ USB 端子をカメラ側、反対の USB 端子をモバイルバッテリーにつなぐ。あ、モバイルバッテリーとマイクロ SD カードは自前品ね。さてスイッチオン。これで撮影ができるはずなんだけどな。多分問題なく動いてるはずだ。ちゃんと説明書を読みましたか。ボタン2つしかないんだぜ。大丈夫だって。不安だな。フラグ立てをそれでこれがその映像。うわ、風鳴りがすごい。すごいだろ。これびっくりすることにこのサイズでマイクもついてたんだよね。へえ、すごいものですね。音はちょっと制御できそうにないな。これは後で編集で削ろう。タイム表示もうざいけど後で考えよう。設定がめんどい。適当すぎでは。いやいや説明書これだぜ。まさかの白黒印刷。しかもコピー用紙だと。印刷もちょっとかすれてるしさ。しかもこれよ。驚きの白さ。ジャンク万歳。全体の作りがリーズナブル。まあとりあえず撮影はできたね。画質もそんなに悪くないのでは。あとは焦点距離が問題かな。これでコースで走ってみないとわからないけど。主任さん、これ全部をミニ四駆に乗せるつもりなんですか。重たすぎるんじゃ。用意してきな F1 君。そう僕もそう思ったんだよ。そこでだ。このアルカリ炭酸電池2本で動くモバイルバッテリーを買ってきた。なんとスマホ用じゃないのよこれ。携帯電話用のモバイルバッテリーだ。ビバ、ガラパゴス。よくこんなのありましたね。まだ売ってるんですね。いやーコンビニでこれを売ってるのを見た時に狂気したよ。こりゃあいけるぞってね。さらにここに注目だ。USB 端子だ。そうつまりこれをつないでカメラが動けばなんとかいけそうな感じがしない？重量もそうだけどカメラ機能もさ、これをつなぐだけで良さそうじゃない？まあより現実的ではありますね。だろう？それでねつなぐんだけどうんともすんとも言わないんだこれが。このバッテリー側の LED が機器を接続すると一瞬だけ点灯するんだけどなんかすぐ消灯しちゃうんだよね。これちゃんと電力送ってんのかな。困ったね。本当嬉しそうだな。とりあえず問題を整理してみますか。ああそうね。 USB 端子のモバイルバッテリーでは動く。そうモバイルバッテリーならできた。この乾電池のやつでは動かなかった。カメラは USB 端子から給電される。だからつまり電気の流れを調べてみるか。モバイルバッテリーの内部で難しい操作とかされてたらもうアウトだけどさ。電力関係についてちょっと調べてみようか。お待たせ。まず USB 端子がどうやって電源供給してるかを調べてみたよ。そういうところは豆だな。これが USB 端子の構造図ね。こうやって見て1番と4番の端子で電力を供給してるみたいなんだ。1番が 5V で4番がグラウンドね。2番と3番は信号線って感じかな。どうやらここで情報のやり取りをしてるらしい。カメラが動くのに必要な要件が1番と4番の端子からの給電だとするなら僕らの思ってる電池と同じだよね。それなら希望ありそうなのでは。僕もそう思う。だからこれで現物を測定してみようわデスターだ。昔持ってたやつはどっか行っちゃったから買い直したよ。あれあんまり使ってなかったんだけどな。とりあえず測定してみようか。モバイルバッテリーの1番と4番からはちゃんと 5V が供給されてるっぽいね。2番と3番は反応がないね。どうも電圧とかはかかってないっぽい。電流も流れてないみたい。どうやら USB を挿して動くものってこの 5V で動かしてるみたいだね。ふむふむ、そうなんだ。それじゃあこの乾電池を調べてみよう。出力からは 5V 出てるね。あれ乾電池2つで直列で繋いでいるなら 3V のはずでは。そうだよね。これってもしかしてちょっとバラしてみようか。あ、こういう時にほんと躊躇しないなこの人は。どうせパーツとして使えないならガラケー充電器なんて今後二度と使わないよ。どうもこの部分で昇圧してるっぽいね。へえ、昇圧って
身の回りの電化製品を見るとわかると思うけど、電圧って結構上げ下げして使われてるんだよね。で電圧を上げる回路のことを小圧回路とか言うんだよ。あれ待てよ、変な信号とか流れてないわけで、同じ条件で電圧がかかってるならこれでカメラが動くはずなんだけどな。なんででしょうね。ちょっともう一回試してみよう。どうよ。あれれ動いたよ。はあ、いや本当に前は動かなかったんだって。通電の LED が点灯してますね。あれなんでだろまたちゃんと説明書を読まなかったんでしょ。う。いやちゃんと読んだよ、信じてよ。説明書ってどんな時に使うんですか。困ったらおい、まあ、とりあえず動いたから良いのでは。そうだね、なんの問題もないね。つまり乾電池2本とこの小圧回路の部分とケーブルがあればカメラは動くってことだよ。いいじゃん、これでいけるよ。 3.0V で動くなら単4電池とかでもいけるのでは。おお、なるほど、いい案だね。それで動いたら十分ミニ四駆に搭載できるサイズになるよね。最小構成のレイアウトを作って動かしてみようか。ってことで単4電池とそのバッテリーボックスを買ってきました。早速つないでみて最小レイアウトで撮影してみよう。どうよ。あ、ちゃんと作動 LED が点灯しましたね。これが実際の映像だね。あ、撮れてる。すげえ。これは作れちゃうのでは。おうおう、十分いけそうだよ。いいねいいね、これは楽しみだね。さあ面白くなってまいりました。このできるかもっていう感じは作る喜びだよね。でマシンを紹介しよさっき作ってましたね。う。そうこれだ、 FMA ギャンボーだ。今回の企画にぴったりなデザイン。どうよこの荷台、なんか乗せてくださいって感じの素晴らしいデザインだろ。トレーラーとかトラックってなんでワクワクするんだろうほんとぶれないね。なこの人は。これ FMA シャーシなんですね。見たいものを作る企画だと初めて扱うシャーシだね。じゃあ解説よろしく。 FMA とはフロントミッドシップエアロのこと。フロントモータータイプで重心が前よりにあるためジャンプ後の姿勢が安定しやすい。空力を意識したフォルムを取り入れている。コーナーリング性 4.0、安定性 4.5、活況性 5.0、メンテナンス性 4.0、合成 4.0、加速性 5.0。やっぱり安定性が高く評価されてるね。ちなみに VZ は 4.0、MA も 4.0、AR も 4.0 だね。今まで使ってきたシャーシよりも安定性が高いって言われてるのはいいね。素材としてはとても良いのでは。僕もそう思う。それにこのボディの形がね、ワクワクすっぞ。ほんとそういうの好きですよね。さてじゃあこのボディの上にカメラを配置するために機材をレイアウトしていこう。最低限のカットとか作業で収めたいな。よし、じゃあこのままボディも改造してもうちょっと見た目とかかっこよくしてみようか。今年もコンデであることだしさ。また調子に乗って欲張る。どうかな。なんかサイズも綺麗に収まりそうですね。よし、写真載せて動画を撮ってみよう。ああいいねこれ。終了です。そんなに尺食ってた？今回は真面目にやってたのにな。毎回真面目にやってくださいよ。とにかく下地ができたんだ。これは次に行きたいだね。どんなデザインにするんですか？出たとこ勝負でいいんじゃね。またそういうこと言う？不安だなもう。次はコンデルに向けてボディを改造して塗装していきたいと思います。おい、企画の趣旨が変わってる。いやいや、ちゃんとカメラ搭載のミニ四駆を作りますよ。あくまでもついでだから。そのついでが毎回不安なんですって。ということで今回はこれまで。高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。コメントもお待ちしています。ミニ四駆作って走らせようぜ。ミニ四駆のミルフ。今回のおまけコーナー、始まるよ。ってことで 3D プリンターの導入ガイド3回目です。今回はネットでゲットしたデータを印刷するところからでしたか？そうそう。すごいよね。作った 3D データを無料で公開してる人がいるんだから。あ、ちなみに大抵の 3D プリンターはテスト印刷用のモデルデータが同梱されてるからそれで印刷を体験するのもいいよ。詳しいことはググったりブログ調べてね。企画終わらせるな。それじゃあ、始めますか？ちょっち待って。何かあるんですか？あるよ、あるある。
大あり食いだよ。ただの印刷でしょ。その、印刷、が問題なんだって。あと2つハードウェアでクリアする項目があるの。へえ。じゃ、はよう。ソフトウェアは、なんかもっといっぱいあるんだけどね。なんか言いました？外せないのが、プリヒート、と、レベリング、の2つ。ほう。3D プリンターは、ざっくり言うとこのフィラメントって、いう素材を熱で溶かして構造物を、立体化させるの。ふむふむ。フィラメントの素材はいろいろあるけど、今回は一般的な、PLA を使うね。この PLA を溶かしてむにゅっと、押し出しながら形を作るんだよ。チューブの歯磨き粉なでを、書くものだと思ってね。ああ、なるほどあんな感じか。そのために、プリヒート、って言ってフィラメントを溶かしたりとか 3D プリンターを、短期運転する必要があるんだよ。ふむふむ。素材によって必要な熱量はまちまちだから、PLA は他のフィラメント材料よりも、溶融融点が低くて180度、210度で、印刷する。なるほど。温めとけってことですね。それとこの台座、ベッドとも言われるんだけど、これも暖かくなるから注意ね。へえ。なんで？融解した高温のフィラメントが、冷たい台座に接触すると、キュと温度差でフィラメントが、縮むんだよね。ああ、なるほど。そうすると台座にうまく定着しなかったり印刷途中で、剥がれちゃったりするんだよ。なるほど。とりあえずプリヒートを、してから、フィラメントを溶かす温度を、183度、ベッドを60度に設定しておくね。これは使用環境によって、変えてね。で、次、レベリング。これが、超重要。さっきちらっと出たけど、台座にしっかり固定されないと、事故るのがわかるよね。はいはい。なんとなく。それじゃ、台座が水平じゃなくて傾いてたらどうなると、思う？事故りますね。そう、ボロとバキともげるのよ。高さの低いモデルならざっくりでいいかもしれないけれど、構造物の高さが高いほど、終わりが近づくにつれてズレが、出てくるんだよ。まあ、なんとなくわかりますねそれ。あと少しで印刷が完了、とか、思ってたら、食えないスパゲッティを作り始めたり、ポキッとモデルが折れたり欠けたりするわけさ。絵的に幅えそうですね。本人は最悪だけどね。だから、印刷する台座の、水平の、位置だし、つまりレベリングが、重要になってくるんだよ。ふむふむ。それじゃ、早速。あ、尺がもうないわ。ああ、この中途半端なところで。ってことで次回は、レベリング、の、話から説明します。次回もよろしく。見たいものを作る企画。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録をお願いします。それじゃあ、また次回。